タバコを渡さないと死ぬんです。これ自称してるんですよ。生後わずか18ヶ月で1日に40本ものタバコを吸っていたアルディ・リザール君。 CNN に取材された動画が拡散されて15年経った今、彼はどうなったのか。タバコ入用時の今をあなたは知っていますか？アルディ君が住んでいるのはムスリラワ州という町で、南スマトラ州の西部に位置し、およそ6400平方メートルの土地に約39万人の人が暮らしています。インドネシアの中心部から飛行機や車を使い約7時間ほどの場所にあります。車でですね、4時間ぐらいかけて着きました。で、ここにですね、アルディ君がいるということで、平日は市場の方で働いてるみたいなので行ってみましょう。どこにいるんですかね。今回は事前にアポイントを取り、ある女性と待ち合わせをすることにしました。実はこの女性、アルディお母さん、彼女はアルディ君のお母さんだそうです。めっちゃ顔が白い。今からアルディ君のところまで案内してくれるそうなので、ついていきましょう。お母さんに案内されて商店街の奥へと向かっていきます。いつもはそこにいるの。うわ、すごい。いろんな野菜がいっぱい売ってある。そしてついにあれから15年、喫煙ベイビーのアルディ・リザール君は一体どんな成長を遂げたのでしょうか。緊張の対面です。アルディ？ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。アルディ君です。How old? 18。15年経った彼は思ったよりスリム、素敵な青年になっていました。僕が見たのは赤ちゃんの動画だったので、大きくなったね。今ちょっとアルディ君から聞いたんですけど、なんか普段は漁をやってるみたいで 2,3 日は海に出て帰ってくるらしいんですよ。で、今日はたまたまなんか休みの日らしくて、家族が市場をやってるんで、そこを手伝いに来てたらしいです。でも学校はどうしたんやろね。まだ18歳らしいんですけど、ちょっとそれも聞いてみましょう。アルディ君の家に招待していただき、お話を聞かせてもらうことにしました。うわー、すごい。まるで宮殿かのようなアルディ君の家で、彼があの動画からどういった人生を歩んできたのか聞いてみたいのですが、彼がなぜ約2歳にしてタバコを吸うに至ったのか、その境遇を少しでも理解してほしいので、喫煙ベイビーを生み出したインドネシアのタバコ事情をご紹介させてください。そもそもインドネシアはなぜタバコ大国と呼ばれているのでしょうか。世界成人タバコ調査によると、インドネシアの成人の喫煙率は約 34.5%、 そして男性の喫煙率に至っては約 70% を超え、なんと成人男性の10人に7人がタバコを吸っています。何歳からタバコ始めました？ 16歳からかな。16歳？16吸ったきっかけは何ですか？ただやってみたかっただけ。そう。家族からやめた方がいいよって言われないですか？最初はやめろって言われたけど、今は放置だね。友達もタバコ吸ってるの？みんな吸ってるよ。友達も16スタート？はい。18歳か17歳からすでに喫煙してました。法的に言えば何歳なのかはわからないわ。だって喫煙は個人次第だし、吸いたいか吸いたくないかでしょ。インドネシアではおよそ10人に1人の子供がタバコを吸っています。
しかしとはいえ約2歳の子供がタバコを手に取って自ら吸い始めることはあるのでしょうか。そして一度吸ってしまったにせよ、なぜ何歳も吸い続けることになったのでしょうか。それを止める大人はいなかったのか。15年経った今、アルディ君とお母さんに真実を語ってもらいます。あの時タバコを吸わせてたのは何かお母さんは許可して吸わせてたんですか？いえ、気づいた時にはすでに吸っていたの。市場に連れて行ったら市場にいた人が吸わせていました。でもやめさせようとはしなかったの？しましたよ。医者に行ったり、いろんな人を紹介してもらったり、軟膏を塗ったり、しかし何をしてもダメでした。タバコの先端に軟膏を塗ってまずくしても、それでもやめれなかった。私たちはシャーマンや医者、人々が勧めたことを何もかも試しました。私は全てを試しましたが、それでもやめることはできなかった。1日40本吸ってるっていうのみたいだけど本当？そうですよ。それ以上の時もありました。午前3時から早い時には午前2時から起きて、多い時には午前6時までたった4時間で2箱吸ってました。誰かに吸わされたたった1本のタバコが2歳の幼児生活を変えたらしいです。でも途中でタバコを吸うのをやめさせることはなぜできなかったんでしょうか。渡してたの？渡さないとテーブルに頭をぶつけたり手を噛まれたりします。ここに傷が残っています。これ自傷してるんですよ、禁断症状で。ニコチンの禁断症状を起こすアルディ君の自傷行為は生命の危機を感じるほど激しいもので、お母さんは強い葛藤を抱えながらもタバコを渡し続けたそうです。私が渡さなくても死ぬ、渡しても死んでしまうなら渡した方がいいと思ったんです。時には子供の世話をしてないという人もいました。近所の人にもいろいろ言われました。とにかくいろいろありました。当時はいろいろ言われすぎて嫌になりました。ちなみに何歳まで吸ってたんですか？確か4歳か5歳ぐらいまで。4歳5歳まで吸ってた。よく生きてますね。それは瀬戸さんのおかげです。瀬戸さんのところへ6回くらい通院し、治療しました。さまざまな療法を試し、アルディ君のお母さんが最後にたどり着いたのはセトムル・ヤディさんという心理学者でした。瀬戸さんは子どもの喫煙に対するスペシャリストで、遊び・身体活動を取り入れた治療法や子どもの興味・願望に結びつけた説得で徐々にアルディ君をタバコから救っていってみたいです。それ以降は吸ってない？もう吸ってないです。アルディ君は今学校は行ってないの？行ってません。いじめられたから。彼は友達にいじめられて学校へは行ってません。そのいじめられたのはこれのこと？タバコを吸ったことで。今は漁師としてきちんとお金を稼いでいます。昔は喫煙してお金を稼いでいたと言われ、いじめられていたの。アルディが働くのは見返すためです。もしいじめられてなかったらまだ学校で勉強したかった？学校は行きたいです。すごいね。1個の動画でここまで人生変わるなんてすごいわ。アルディ君みたいにタバコが簡単に手に入る環境っていうのはインドネシアのこういう状況どう思いますか？すごく悪いと思う。タバコが簡単に手に入ります。大人だけじゃなくて子供でも手に入るの。それはいけません。悪い。その他にはもうどうした方がいいとかありますか？国はこうあるべきだ。タバコの売買はもうしない方がいい。タバコ自体。おう。もうやっぱりアルディ君はタバコの被害者としてやっぱりなくしてきた、いじめられたし人生変えられたから、やっぱタバコ自体をもうなくしたいっていうのが彼の思いみたいですね。タバコでの被害者があまりにも多すぎます。
バコを抱えて重すぎる。じゃあ将来なんか夢とかあります？小さい頃は医者で、今はサッカー選手になりたいです。サッカープレイヤー？フットボールプレイヤー？憧れはクリスティアーノ・ロナウド。はい、ロナルド。じゃあ Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. Thank you.